ちょっと巻きスピードが変わってしまったり、切れてしまったりとかなると、なかなか、来た来た。今ブルブルしてましたよね。いや、なんでもないです。あいますよ。ら。今ね、巻きスピードが変わったらダメよ。自分が止めてしまうんやけどね。ちょうどその話のショートバイトから冷静なところがいいってね、その褒めてたらちょうどそのことが起こりましたが、自分が止めちゃいました。ちょっと今日初当たりだったんで。いや今の痛いな。来た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 来ました。お、冷静に冷静に今来ております。冷静にコツンコツンですが、これタイですか？タイですね。あららら、これでもう野津くん、これでバラしたりしたら大変なことですよ。これもう師匠なんですから、上がるまでがね。で最近のタイはこのかかってからなんか徐々に暴れ出すんですよ。最初のあたりめちゃめちゃちっちゃいんですけど、なのでそこでちっちゃいタイかなと思いながらやっちゃうと、意外と後で頑張ってくれる。どうでしょう、もうタイを釣って何百匹の野津くん、これはサイズはどれぐらいでしょう？多分ね、さっきと一緒ぐらいから40センチ。40センチぐらいのような気がします。いや、ちょっと白子には遠いかな、まだ。いや、今日は幸先がいいですね、これね。僕の読みがドンピシャですね。これ気持ちいいんですよ。これめちゃくちゃ場所も最高だったってことですね。これ本当ね。タイミング。いやいや、これがね、2時間前から来ても釣れるかじゃ釣れてない。確かに確かに。いや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 、いいですね、いいですね。車でまだあと15メーター。弟子と師匠が共にそうね、ちゃんと釣り上げて。いいですね。これで今晩のお刺身が。いや、最高ですね。あと7メーター。見えてきましたよ。来た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 。立派ですね。ちょっとサイズアップ。ちょっとアップですね。すごっ。また丸々と太った。これはめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これ。綺麗ですよね。すごい太ってるし。お尻がちょっと赤いから、このいわゆるのっこみが。いや、これは美味しそう。魚がってきたのを見て美味しそうっていう僕もあれですが。やったやった。やりました。やったー、野津師匠。師匠、さすが。なんとか。ねえ、いい。またいいサイズじゃないですか、これ。サイズでしたね。最高ですね。これ、結構50ぐらい。ねえ。いや、よかった。48ですね。48センチ。でも、最高のタイが、瀬戸内のめちゃくちゃ綺麗なタイが上がりました。はい、じゃあね、魚を締めます。美味しく締めていくんですけど、まずね、これお尻がちょっと赤くなってるの分かります？これがね、もっともっとね、広くなってもっと真っ赤っかになってくるのが、産卵が近づいてきてる、マークになります。産卵期じゃなかったら全然このもう真っ白のまま閉じてる。これはちょっとずつ開いていきます。で、本当に乗っ込んできたらもっともっと真っ赤っか。この子はちょっとオスっぽいですけどね、ちょっとだけ頭がなんとも言えんけど、まあ入ってお楽しみですね。これは白子がいるかもしれない。そうはい、じゃあまず脳天からね、いつも通り、この、エラ豚のうちのこの線からちょっと上げていって、ちょっとこう指で触ると柔らかいところがあるんで、ここからくっついてグリグリグリと、これで脳天閉まりました。そしたら、よいしょ、エラ豚の、僕はエラの2枚目。2枚目っていうのはなんで2枚目？なんかここが一番なんか抜けやすいってみんな言いますね。
こう抜いてやると口が、口が出るんですね。はいどちら側から、頭から2枚目。お腹側お腹側から2枚目。後ろ側から2枚目の付け根。付け根をやると、一番抜きやすいと。せっかくのタイなんで、料理した時を想定していくと、左頭で盛り付けするから、反対側。反対側を。反対側の脳とかエラを。反対側を傷つけてやった方が、料理した時に盛り付けが綺麗になるよと。はい、これで今血を抜いていきます。はい。はい。じゃあちょっとしばらく抜いておきます。さあ、先ほど血抜きした。やっぱり表面ちょっと白っぽくなって、油がね乗ってる証拠ですね。さあこれでね今血抜きがある程度できたんで、次は神経締めをしていきます。改めてね、この神経締めはどういう効果があるんですか？これがね今この魚がこう死後硬直してないこのふにゃふにゃの状態、このふにゃふにゃの状態を長持ちさせる。なので今日せっかくなんでねお刺身をプリプリで食べたいなと思うので、その死後硬直カチッとなるのを遅らせる、意味の作業になります。で、基本的にこの中に脊髄があって脊髄の上側に、神経の線が通ってますんで、まずはこのガイド線をこの眉間のとこから入れてやって入れてやると。でこれが入った後こういうワイヤーを通していくという作業ですね。私も大体目安でもこの目と目の間中ぐらい、この辺りからど真ん中。これ慣れですかね？慣れですね。こう入れていってカチッとで、はい、これで穴を開けるじゃないですか。そうですね。これくらい入ってるんですね。なのでまあちょうどその脊髄の入り口ぐらい、でちょっとこの脳みそのとこが出てきたと思うんですけど、脳みその際を通して、でここまだ何も反応してなかったですね。で今度このさらに細いやつでその神経の入り口をさっき開けた。いつも思いますけど、なんかね、今なんか神経触ったからピッてなりましたね。これが見つかったらそこからもうゆっくり入れていくとスーッとよく入るな。で色が青ざめていくと。はい。本当だ。でまた色が戻ってきます。ここまで入ってますから、これずっと抜いていくと、このだけですね。はい。もう先っちょから後ろまで。それで神経締めが完了したと。これで死後硬直が遅れると。なので無駄なこの身も体力を使わないというか、はい。固まっちゃうとね、やっぱそこで何が変わるかわかんないですけど、やっぱプリプリ感がなくなってしまうので、まあこんな感じですね。でここから今度こちらに先ほど血抜きしてる間に海水を入れて、これは海水なんですね。海水です。今この子が釣れたところの水を入れてます。でペットボトルの氷で塩分濃度が変わらないようにして冷海水ですね。今海水温度が13度弱あるんですけど、これ全然もっと低い状態になってます。ここに入れてやると、はい、これで美味しい状態がずっと保てれますね。いや、じゃあここにまだ空きがありますから、ぜひジュンスのタイも大きなタイ入れますか。ちょっと油がやっぱ浮いてますね。油が確かに油が乗ってる証ですね。美味しいやつです。